こんにちは、聖堂です。今回のテーマは、行書で楽をする。一点一画きちんとした楷書は、書くのが一番難しい書体です。楷書でなかなかうまく書けないとき、行書に変えてみると、驚くほど楽に書けることがあります。行書はもともと書きやすさを求める書体ですから、当然といえば当然ながら、あまりの違いにちょっと驚くこともあります。今回は、楷書を行書に変えることでぐっと書くのが楽になる例を7つご紹介してみます。1番目、糸偏です。糸偏というとこの形、あるいは伝統的な書き方でこんな形もあります。どちらも見た目以上にいろいろ約束事があり、そう簡単ではありません。書き方はまた別の場でご説明するとして、ここでは一気に行書にしてみます。書きぶりもご覧ください。どうでしょうか。実際書いていただくとわかりますが、とても楽です。だんだんと絞っていくのがコツで、下半分はこの跳ね上げる線1本で済ませています。一旦この書き方に慣れると、なかなか元の楷書には戻れません。ちょっとした禁断の手法です。例えば、偏の字。この糸偏がこう変わります。ここで一点だけ注意です。一つの文字の中で楷書と行書をミックスしてはいけません。偏を行書にしたなら、作りも必ず行書にしましょう。これは今後すべての字に当てはまる大前提です。糸偏をもう一つ、宋の字の糸偏がこう変わります。断然楽です。ちなみに宋の字の場合、糸偏だけではなく、この部分も変わっていきます。公という字が簡略化しています。これは同じ形を持つ松にも適用できますので、ご参考までです。2番目、貝、あるいはこれに似た形を持つ字です。貝で難しいのは最後の払いと止め、ここをしっかりバランスよく書き切るのは見た目ほど簡単ではありません。これを行書にしてみます。ポイントはここです。中に打つ2つ目の点からそのままつなげて外に張り出し、急角度で戻してまた急角度で払っていきます。慣れは必要ですが、この書き方をマスターすれば下半分が自然に堂々としてきます。とにかくリズムよく、中の部分はこんな放射状をイメージすると良いでしょう。例として願いです。貝ではなく大貝ですが、書き方は同じです。こう変えます。もう一つ、これも仲間です。とてもバランスが取りにくい字の一つですが、こう書けばぐっと楽になります。皆さんこうして見ているだけだと、あまり簡単になったように見えないと思います。むしろ難しくなったように見えているかもしれません。とにかくどの字も実際に書いていただくのが一番ですので、ぜひやってみてください。3つ目は示す辺、衣辺です。点が1つ多いか少ないかがこの2つの違いですが、行書ではなんとその区別はありません。両方このように書きます。まっすぐ縦に伸ばす。鋭く跳ね返す。たったそれだけ、とてもシンプルです。あまり失敗を恐れる必要がありません。例として、祝いです。示す辺をシンプルに。初です。衣辺をシンプルに。とても楽です。次、雨冠。中にある4つの点を一つ一つ書くのは大変です。それが行書だと一気に簡略化されます。雲。こんな感じになります。次、劣化。これも
点が4つ大変です。行書にします。劣化の行書はいろんな形があります。ここでは山を2つ、2つ目をやや大きくぐっと折り返すイメージで書きました。究極までシンプルにすればほぼ一直線にする書き方もありますが、これはかえってバランスが難しくなる時がありますので要注意です。目です。劣化を変えてみます。門構えです。これもポイントがいろいろあってバランスよく書くのはなかなか苦労します。詳しくは右上の動画をご覧ください。これを行書マジックで一気に簡単にします。上の部分が気持ちよいぐらいすっきりしました。ちなみにこの点は2画目ですのでご注意ください。関の字です。難易度がまるで違います。最後、とっておきの文字、はの字です。相当の難題です。名前や地名にこの漢字が入っている方は本当にご苦労されていると思います。字を難しくしている原因ははっきりしていて、このよの部分です。ゆっくりゆっくり書くならともかく、日常生活でさっとバランスよく書くのは並大抵ではありません。迷いなく行書マジックに委ねましょう。縦に3本、2本目と3本目はつなげて締める。これも見た目よりもずっと簡単です。はの字でお悩みの方、行書にチャレンジして損はありません。以前の動画で詳しく取り上げていますので、そちらもぜひご覧ください。もう一度中の部分だけ書いてみます。今回は以上です。今回取り上げたのは7つですが、行書で楽になる文字はもっともっとたくさんあります。日常生活で使うのは楷書よりむしろ行書が多いので、覚えれば覚えただけ実践で使えます。もちろん自己流で崩しては意味がありません。行書は行書のルールがありますので、そこはしっかり確認していただくとして、その上でもっともっと行書を活用してみてください。ご視聴ありがとうございました。